DIY 教室防草シート用固定ピンの選び方。防草シートの施工には固定ピン選びがとても重要です。選び方を間違えると固定ピンがすぐに抜けてしまったり、地面に刺さらず無駄になってしまう場合があります。今回は固定ピンの適切な選び方を紹介します。防草シート施工に使う固定ピンは主に4種類あります。地面の硬さ別のおすすめの固定ピンはこちら。プラピンや U 型は硬い地面には適さず、逆に釘型や L 字アンカーピンを柔らかい地面に使用するとすぐに抜けてしまいます。施工する地面の硬さに合わせて固定ピンを選びましょう。 U 型ピンは最も一般的な形状で、標準的な硬さの地面への施工に適しています。頭が丸くなっている U 型ピンは打ち込んだ時に U 型の部分が地面から飛び出してしまい、つまずきやすいため、角が直角になっているこの字型がおすすめです。 U 型ピンは一般的に細いほど安くなりますが、細いと支柱の石に当たって打ち込めない場合があります。太さ 3.5mm のピンは支柱で石を避けながら入っていくため、かえって抜けにくくなります。 U 型ピンは他の種類のピンに比べて細いため、錆びにくい亜鉛メッキ加工にすることで長く使用することができます。プラスチック製のプラピンは返しがついていて、柔らかい地面で抜けにくいのが特徴です。プラピンは紫外線で劣化しやすいので、耐用年数の短い防草シートと一緒に使うことでコストを抑えて施工することができます。また厚手の丈夫なシートには刺さりにくいので、もし組み合わせる場合は下穴を開けてから刺しましょう。釘型ピン L 字アンカーピンは U 型ピンよりも太くて丈夫なため、硬い地面への施工におすすめです。1本の足だけでは抜けやすく見えますが、鉄製のため表面が錆びることで抜けにくくなります。固定ピンは長いほどピンが抜けにくくなりますが、長いと支柱の障害物に当たったり、埋設配管を傷つける可能性も高くなります。そのため一般的な DIY 施工であれば15センチから20センチの長さがおすすめです。防草シート用の固定ピンはワッシャーと呼ばれる丸い板とセットで販売されています。このワッシャーは防草シートのめくれに対して面で押さえることができるため、ピン穴にかかる負荷を抑えて防草シートの劣化を防ぐことができます。繁殖力の高い雑草はピン穴から生えてくる場合があるため、上から補修テープを貼り付けるのがおすすめです。さらに高機能なドーム型ワッシャーはもともと穴が開いておらず、ピン先で穴を開けて使用します。ピンとワッシャーの間に隙間がないため、穴の下に太陽光が届きにくく、ピン穴からの雑草の発生を抑えることができます。そのため補修テープの貼り付けが不要で、施工性に優れています。今回は防草シートの固定ピンの選び方とワッシャーの役割について解説しました。正しい固定ピン選びで防草シートの効果を最大限に発揮しましょう。